おはようございます。皆さん、よしひこです。今日は後ろに見えるアベノハルカスを撮ろうと思います。僕のね、高いビルの撮り方のねアプローチをいくつか紹介したいと思います。アベノハルカスね、300メートル、日本一高いビルでしたね。昨年麻布台ヒルズのね森ビルができるまでは300メートルで日本一高いビル、今でもね大阪一高いビルではありますけど、早速ね、では撮っていきましょう。なかなかね、かっこいいビルですよね。麻布台ヒルズのね森ビルとかね、だいぶ曲線をね、意識した丸っこい形ですけどね、非常に森ビルとは対照的な造形だと思います。まずは、最初は近づいて、ルックアップのアプローチで撮っていこうと思います。今ねアベノハルカスのすぐね、下まで来てます。アベノハルカスね、特徴的なところとして歩道橋、ループ状のね歩道橋があるんですよね。こんな感じでね、こういった感じでね直線と直線で構図を作っていく、こういうのもいいですよね。ビルだけだとねどうしても、ビルメインだったらこんな感じでもいいですよね。こんな感じかな。こんな感じでビッとね僕だったら撮るかな。いいですね、結構。これねハルカスではないんですけど、こういった感じで多分ねもっとワイド、これねオズモポケット3の20ミリぐらいなんで、もうちょっとワイドで撮ったら右のビルディングもね、もっと入ってきますよね。僕はね意外に構図は結構スマホとか、今こうやって動画撮りながら撮ってるんであれですけど、スマホとかでね結構構図決めてからミラーレスっていうかね一眼取り出して撮りますよね。結構ね本気で撮ると長くなるんでね、ここだっていう一枚をね結構見つけますよね、スマホとかで。ハルカスねやっぱいいですよね。直線こんな感じでもいいですよね、きっと。ここちょっと今ねポイントなんですけど、右側のねビルがこう3ブロックに分かれてるじゃないですか。その左側の歩道橋のこの屋根のね支えてるアーチの部分をなんか3本ありますよね。で3本対3本でなんかシンメトリーになってる、シンメトリーじゃないですけどね、対になってる。ということでこれいいかなと思いますね。構図がね、決まったら撮っていきます。ちょっとねロングやってもいいんですけど、雲が、ほとんどないんで、ちょっと今回は構図の作り方メインということなんで、ちょっとここはロングやらずに、シングルショットでこれ
タッチしますけどディレイでシャッターディレイになってます。ちょっともうちょいズーム目で撮っておきます。拡大してねチェックして、隅々までねピントが合ってるかチェックしましょう。いいんじゃないかな。露出もねヒストグラムもね、バッチリなんで。はい、次行きましょう。今はね、ハルカスの、ある向か側の、道に来てます。もう一つの、アプローチとしてハルカスと、対になるね、ビルを入れるという構図は僕よくやりますね。周りにね結構ハルカスと同等ぐらいのビル、高いビルとかがあるといいんですけどね。で以前ハルカスがねできた頃撮った写真がこんな感じです。今回ねもう一回ちょっと、別のちょっと構図でね撮ってみたいですね。ちょっとねかなり、上を見上げるんで、首が痛くなるんですけどね。首は痛くならないですけどね、最近のもうチルトアングルのね、機種を使えば。どうですかね。これちょっと20ミリなんでね、オズモポケット20ミリなんです。もうちょいこのライトとかね全部入れたいですけど、ちょっとその辺入れつつ撮っていきましょう。構図が決まりました。以前ね何年か前撮った時は結構めっちゃシンメトリーというか対になる感じで撮ってたんですけど、若干今回はね斜めにしてみました。どうでしょうか。ちょっとねあと今雲がいい感じに出てきてるのでね、ここから、ちょっと長時間録音するのにフィルターをつけてみたいと思います。今はねフィルターをつけてます。これはカニの、フィルターコードね2本の1424なんですけど、今ちょっとねタイマーバルブで撮ってますけどタイムで撮ってますね。だいたい2分間ぐらいで撮ってます。フィルターは、16段ですね。今ねノーマルのシャッタースピードが、500から600分の1だったんですよね。 F8 だったんで、なんでちょっと2分ぐらいかなと思ってだいたいやってます。どうでしょう、2分間前。意外に面白いですね。もう何回かね撮ってみましょう。3分ぐらいでいいのかな。今ね2分半にセットして、スタートします。よいしょ。大体こういったね、目的のビルと周りの、ビルとかねオブジェクトを入れた、長時間の大体3分ぐらいでいい感じになることが多いですね。雲のスピードにもよるんですけど、逆に5分とかねあんま長すぎるとちょっとねあまりにもこう雲の動きが線になりすぎちゃう。僕もそういうのも好きなんですけど、割と短め3分とか2分ぐらいで結構雲の動きがね、残りつつなんかファインアートなシティスケープになりますよ。今ねオズモポケット180度モードで撮ってますけどね、もうじきね終わります。どうでしょうか。3、2、1、0。
さっきの方が良かったかな。ちょっとやっぱ2分短いかもしれないですね。2分半ちょっと絞って3分ぐらい、3分半ぐらいにしてみます。はい、どうでしょう。なかなか面白いですね、なかなか面白いんで、もういいと思います。ハルカスの、真下にね、真下じゃないね、歩道橋のね下にやってきました。割とここから撮影するのって結構ハルカスの定番でね、よくハルカスとかで画像検索すると出てきますね。定番だけに、しっかりね構図三脚立てて構図決めて撮りたいと思います。ここもねルックアップショットですね。ぐーっと一番なんかハルカスがかっこよく撮れる場所かなと個人的には思いますね。3分間のね長時間録をしています。構図を決めて、以前ねこの、信号だけをね入れてルックアップショットね、いわゆるランプショットっていうのを撮ったこともあります。今回ねちょっと時間なくてランプショット撮れませんでしたけど、またね別の機会にちょっとランプショットの特集なんかもね、してみたいと思います。あと16秒、はい、ちょっとね結果を見て終わりにしましょうか。いい感じですね。結構ギリギリハイライトも OK ですね。はい、 OK です。プロテクトということで、高いビルをね撮るアプローチで僕がよく使うのは、あとリフレクション、反射を探すということですね。今ねハルカスからちょっとね離れたところに来てみました。ビルね、周りのビルのねガラスとかに、壁にね、ハルカスが反射しているところが、必ずあるはずなんで、そういったところを探して、撮影するのは僕はよく好きでやってますね。ちょっと一緒に探してみましょう。ツルツルしたね壁とか、ガラスはね確実にあるんで、いい感じに反射してる。こことかいいんじゃないですかね。アパホテルの壁、大理石、いいんじゃないですか。めっちゃ反射してますね。こういうふうにね、シンメトリーで、ちょっとねこう壁を斜めにして入れたりしていいんじゃないですか。ここね、アパホテルの壁とハルカスね、アパホテルだけにアッパレホテルですか。しつこく言うのが親父なんですけど、いいですね。ここを後で撮ってみましょうね。もう少し探してみましょうね。アパホテルね、安くて、立地も良くておすすめです。僕は泊まったことないですけどね。ガラスですね。ここもきっとリフレクションがありそうですよね。ありましたね。アパホテルの方が良かったね。もうちょっと近づいてみましょうか。ここはドコモショップ。ここもいいですね。ちょっとでもガラス難しい。こんな感じで、これはふるさと納税ですね。
こういう風にね、ふるさとのフルとか入れちゃうところもちょっとなんか、日本で撮ってるっぽくていいですよね。こんな感じですかね。まあ20ミリなんでね、16ミリだったらもうちょっとふるさと納税のふるさと納ぐらいまで入ると思いますけどね。いいんじゃないですか。もうちょい先行ってみましょう。ここもね、まあちょっと場所変えるだけで、ちょっとなんもね、こうお店の近くでやってると怪しい人だと思われるんで、まあちょっとね、三脚とか使うのは難しいかもしれないですね。ちょっと朝やったらよかったんやけどね、もうね、お店オープンしちゃったんでね、ちょっと角度ね、変えるだけでここね、反射なし、ちょっとぐーっと寄るだけで反射がね、出てくるんでね、ちょっといろいろ角度ね、変えるといいと思いますね。あそこにね、街灯がありますよね。街灯も入れて反射も入れちゃう、ランプショットプラスリフレクション、パーフェクトな感じじゃないですか。パーフェクティア、パーフェクションですね。ちょっと手が疲れてきたんで、下げますけどね。でこんな感じでね、反射を探そうと思うと、絶対、どこかにあるんでね。ちょっとね、反射ゾーンは終わっちゃいましたね。今ね、長時間録音してます。ちょっとね、ホテルの前ということなんで、気を使って、カメラからね、ちょっと離れたところにいます。この辺から撮ってもよかったですね。高いビルを撮るアプローチ、もう一つはね、ちょっと遠目から撮るということですね。少しハルカスから、今距離を置いたところに車を止めてきています。ハルカスに向かって歩いていきますね。ハルカス、見えてきました。ここにね、やっぱりね、高いビル、ちゃんと撮ろうと思うとある程度の、ね、距離を空けないと全貌をね、きっちりまっすぐ撮ることはね、難しいと思うんですよね。よくね、高いビル、撮ろうと思って向かっていくと、途中でね、なんか見えてきた、いいなと思う時あると思うんですよね。でもそういう時もね、公共交通機関とかで使ってるとね、過ぎ去っちゃって目的地に着いちゃったりして、遠くでね、見た時のいい感じのビルが撮れないっていうことがよくあると思うんですけど、そういった時は次、行った時ね、遠目から見える、駅で降りて遠目から撮ってみるっていうアプローチもいいと思います。どの辺までね、近づいたらね、いいかっていうのは、そのね、時持ってるレンズにもよるんですけど、だいたい標準レンズ 50mm とかでいい感じに入るぐらいの距離がいいかなと思います。今ね、これ、オズムポケットの 20mm なんでだいぶちょっと遠いですけどね、ちょっとズームしてね、撮るといいのかな。もうちょっと前かな。ここもね、ルックアップショットでね、言った通り、周りのね、建造物とかね、標識とかをうまくフレーミングに入れていくことで、そのビルだけじゃなくてね、周りの風景も入れた構図、面白い構図がね、撮れると思います。ちょっとね、構図的に今一つだったんで、少し場所を変えています。この辺で撮れるといいんですけどね。
ちょっとね、道路の真ん中っていうのはあんまり痛くないので、道路の、ね、反対側から撮ります。表札がね後ろ向きになってるので良くないですよね。難しいな。もうちょっと近づきます。一番ねちょっとこの辺の道路の真ん中がやっぱり良かったりしますよね。別に真ん中にいちゃいけないっていう法律もないんでね、ここでちょっと撮ってみましょうか。ちょっとね、まだね朝早いし、この辺から撮るのが一番いいような気しますよね。アベノハルカス。じゃあちょっとここでちゃちゃっと撮ってみましょう。今は、45ミリのね、レンズを使ってシフトレンズですけどね、5分間の長時間録音しているところです。雲がね向こうに一筋ねありますよね。あれが5分間流すことでこうさーっと今どっちに動いてるのかな、右か左か、ちょっとあまりにも遅い、右から左に微妙に動いてますね。それが5分間でこうさらにいい感じに流れるんですけど、理想を言えばもう1本2本上に雲があった方がいいですけどね。まだ1分、45秒残ってますね。今フィルターは、15段ちょっとね PL フィルターをつけて、その上に、2段と13段の、角型フィルターを重ねてつけてますんで、15段、PL フィルターの分で1段あと約16段使ってますね。で絞りは F8 で、取ってます。でこれでバルブで5分間流してます。めっちゃ道路の真ん中なんですけどね、ちょっとさすがに僕もこう朝早くないとちょっとこの真ん中にずっといるのは嫌だなっていう気はするんですけど、結局ね、道路の真ん中って結構いい交通で取れたりしますよね。なかなか、夜もっといいんじゃないかなと思いますね。夜景でね鉱石入れて撮るのもいいと思いますけど、ちょっと元気があればまた来てやってみようと思います。あと11秒なんでね、どんな感じかな。9、8、7、いいんじゃないですか。次はねもう1枚、下の部分を取っていきますね。こういうところでね、荷物置き場がありますよね。ちゃんとやっぱこうやって写真撮る人のためにこうやってね安全地帯を用意してくれてるんですかね。多分違うと思いますけど、ちょっとねやっぱね道路の真ん中とかいるとやっぱり最初いいんですけど、だんだんちょっとね排ガスとかで気分悪くなってくるんでね、あんま長いしない方がいいですよね。ちょっと見てください。空の上の方に雲が出てきましたね。なんでもう一回上の部分撮らせてください。その方が、空の表情がよりいいと思います。今ね、もう一枚、雲の表情が、いい感じなんで、上のアッパーパートね、上のパートを撮ってます。道路の真ん中で
撮ってるわけなんですけどね、観光客もね大阪だから多いですよね。こういったね、道路の真ん中で撮るときはね迷惑にならないようにやりましょう。迷惑にね、ちょうどこういうね三脚立てても迷惑にならない場所があったので、私は道路の真ん中で撮ってますけど、もしここが普通のね横断歩道だったらやりません。その辺の分別はわきまえて撮影をしないといいことは何もありません。ここにね、多分ね1時間も2時間もいるのはしんどいですね。今ちょうど3枚目、長時間録音3枚目なんで、全部で15分撮ってますけど、3分でよかったかなって気しますね。僕ちょっと計算間違った気しますね。3分でよかったかな。5分長いですよね。ちょっとでも雲のね、流れが遅いんで、でも3分でよかったな。ちょっと5分長すぎました。5分経ちました。意外にやっぱ5分流してよかったかなと思います。いい感じに撮れましたね。はい、まとめです。今回ね、高いビルを撮るということで、私のアプローチを3つお伝えしました。1つ目はね、ルックアップショット。建物にぐーっと近づいて、建物の周りにあるものをうまく使って構図にまとめていくということ。そしてね、2つ目はね、リフレクション、反射ですね。高いビルがね、周りのねビルのガラスとかにね反射しているので、それをうまく使ってシンメトルに近い構図を見つけていくということ。そして3つ目はちょっと離れたところ、ちょうど一駅ぐらい離れたところから歩いて、建物がまっすぐ綺麗に見えるところから撮影するということです。皆様のシティスケープ撮影にお役に立つことがあれば幸いです。ではまた。